はい、こんにちは。こんにちは。はい、おてんはもう旅立ってしまいましたけど、そうだね。はい、今日の動画は、はい、失敗しない沖縄移住というね、テーマでね。テーマでやっていきたいと思います。はい。これまた座ってやるの久しぶりだね。こういう動画です。はい。で、最近は沖縄の日常をね、佐藤ファミリーの日常を発信していましたが、今日は沖縄移住についての動画になるので、しっかり見てください。なんか最近コメントとかでもインスタかな、インスタで DM とかでいただいてて、なので、ちょっとね、私たちが今半年住んでが感じたことをちょっとお話ししていきたいと思います。はい、やっぱ沖縄移住したいっていうそのコメントとかメッセージは絶えないよね。絶えないね。なんかこの秋から来年にかけてっていうのすごい多いみたいで、確かに3月で大体ね、俺らもだったけど、3月まで仕事して、切りいいからね。まずね、沖縄移住でネットで検索すると、はい、こんな感じではいやめとけとかいじめとかマイナスなね言葉が出るわけですよ。結構ね、2年で帰るとかね。そうそう、3年じゃない、3年で 80%。 80%。そうそうそう、帰るとか2年3年住んでないので、そこはちょっとわからないんですけど、実際今住んで半年住んで、沖縄移住、失敗しないために必要なことってなんだろうねってちょっと私たちでも話して、これについてねちょっと皆さんにもお話できればなと思います。はい、私たちがね思う一番大事なところは、沖縄移住っていうのをゴールにしないことです。ほんとね。それで終わりだもんね。来たら終わっちゃうもんね。そうなの。沖縄移住をゴールにしてしまうと、いざね沖縄に来てなんとなく慣れた頃、多分今とかね、半年ぐらい経って慣れた頃になんで来たんだっけなみたいな、なんか期待だけがね高くて、理想と現実のねギャップも生まれやすいのかなと、感じます。沖縄がダメとかじゃないですよ。あんまりにも期待してね、スローライフなんか自分らしくとかさ、よく今流行ってるじゃん。流行ってる。それだけを考えてね、なんか移住しちゃうとね、そういうちょっとギャップに やられやすいのかなって思います。そう、来たらスローライフになるわけじゃないからね。そうだね、なんないよね。来るまでにいろんな準備してスローライフになる。スローライフのために事前の準備もね、あるし、沖縄移住のために準備あるし、移住してなんか何がしたいのか。一つの沖縄に来るっていうのは目標なんいいんだけどね、それがゴールになると、もう来てあれなんか何も変わんないなみたいになっちゃうのは確かにあるかなって思うね。そうそう、沖縄移住したその先をちょっと考えた上で来ると、その失敗しにくいのかなっていうふうに思います。あとあれだね、海を眺めながらなんか自分見つめ直すとかさ、なんていうの、内地の方で仕事疲れたからゆっくりするとか、数ヶ月ね、それはいいと思うんだよね。休憩みたいな、そういうふうに沖縄を訪れる方ってすごい多いなって、感じるので、それほどやっぱなんか島全体にパワーがあるのかなっては。でも大体そういうので数ヶ月いちゃうと、やっぱ移住したいってなる人何人も見てきたよね。そうだね。やっぱり住みたいみたいになって、そこからある程度もう一回また帰って、ある程度の期間を経てまた沖縄移住っていうのになるっていうのは、よく聞く話だよね、それはね。そうだね。確かに数ヶ月いっちゃうといいよね。言いたいなってなるよね。なる。それはわかる。あとはね、こんなもんかって思う、っていうのが、これがこんなもんかって悪い意味じゃなくて、沖縄に来てね、私たちもいろいろ台風とかね体験したりとかありましたが、なんかすんごい大変だったなっていうのってあんまりなくて、ないよね。なくて、なのでその理由として多分良くも悪くもこんなもんでしょっていう下調べをしっかりしたからだと思うんですよね。台風で停電するっていうのも調べれば出るし、いろんな YouTuber さん言ってるし、あと虫もね大きいとかよく出るって聞いてたし、であと虫はね私たち地元でもすごい出てたので、これはこんなもんかっていう感じだし、あと来てみなきゃね分かんないこといっぱいあるから、まずは来てみなきゃ分かんないよねみたいなぐらいで、許容範囲を広くするっていうのかな。一応こんなもんってちょっと頭の
片隅着ながら来るとギャップにやられない、失敗しにくいのかなって思います。はい、あと最後にで最後は、何かわからないことがあったら現地の人に聞くっていうのがもうこれが一番だね。そうだね。私も現地の方と関わるってなったら保育園のママさんとか先生なんですけど、パパはね会社に沖縄出身の方とかいるので、最近で言うとね観葉植物にめちゃめちゃちっちゃい虫、ハエがすごい大量発生しちゃったのと、あとアリがね、ちっちゃいアリがもう、なんていうの、家の隅をピーってもうアリの行列ができちゃって、ね、ちょっとびっくりしたよね。その対策とかも、私も保育園のママさんにちょっとこういうことがあってって相談したりとか、パパもね、そう聞いたらコンセントの中とか、やっぱクーラーの中とか、やっぱ水、土とかもうコンセントあったかいとことかにやっぱりすごい巣作るんだよって言われて、これいいよとか、これなんか効くやつと効かないやつとかね、アリのね、そういうのとかも教えてもらったり。なのでもう沖縄の方は、ね、長年住んでるので、その虫対策も台風対策もプロだと思ってるので、それはね、プロだよね沖縄。だからもうそこは、優しい方ばっかりなので、なんかこう聞いて嫌な顔っていうのはないので、もう本当に知ったかぶりとか遠慮ばっかりせず聞くのが一番、そうだね、もう素直に聞く、そうかなと思いますね。あとは子供のねお手の習い事とか、なんかこう迷ってんですって言ったら、ここいいよとか、ここはこういうところだよとか、費用高いよとか、そういうのも教えてくれたりとかして、とても助かってます。その若い人とかね、単身ならもう行ってみようみたいなので沖縄移住もすごくいいとは思うんだけど、やっぱ俺はおてんとかねやっぱいたので、下調べはかなりしてきたので、本当にこう失敗したくないって思う人はいろいろ下調べしたり聞くのが大事だなって思うね。俺らもねやってきたけど。そうだね。家族で移住と単身、カップル、ご夫婦っていうのとは違うんですよね。単身が一番、もちろん身軽だし、気持ち的にもちょっと行ってみるかでいけるじゃないですか。バッグ一つでとかね。そうできるけど、やっぱ子供がいて、子供の年齢にもねよるけど、いると保育園決めなきゃいけないとかね、待機児童になっちゃったら仕事にもできないし、そうってなるともう経済的に不安定になっちゃったりとか、そこに関係しちゃうので、お子さんいるね家族移住を考えてる人で失敗したくない、できるだけっていう方は本当に調べた方がいいです。一番早いのは私たちに聞いてもらうことですかね。そうだね。私たちももうね何回も出してますけど、来る前に市役所、各市役所5、6件かな、4、5件かな、もう実際問い合わせて、待機児童、自分の子供は何歳児ですと、待機児童どれぐらいかっていうのと、あとその手続きしてから入園までどれぐらいで入れるのかとか、そうなんか当たり前のことのような感じでだけど、結構もうそこまで細かく聞いて、聞きました。それでもやっぱ来てみたらね、やっぱなんか保育園のさ、システムが違かったりして、本当は移住する前からこっちに住んでる人と何かしら連絡がね、取れれば、それこそ保育園の子供がいたら保育士さんとかね、あと私たちでもいいですし、いれば園によっても上靴いるとこいらないところとかね、布団、お昼寝の布団がいらないとことかもあるんですよ。だからこっち来てまずそれを買いに行く時間とか準備する時間も必要だし、やっぱりそういうコミュニティもあって、やっぱそこに俺らは最初から入ってたからね、来る前からだいぶそこからの情報は大きかったかなと思いますね。そうだね、コミュニティに入っても待ってるだけじゃ何も解決しないので、どんどん聞く、もしかしたら前聞いたことあるかもしれないけど、今こういうので悩んでますっていう、なんか聞き方もねあれですけど、とりあえず聞く、聞かれてなんでそんな質問するのって多分いないので、解決方法、一番の最短のね解決方法は聞くことだと思います。なので私たちにもたくさん聞いていいので、ぜひぜひ、メッセージ待ってます。ということで今回は失敗しない、沖縄移住できるまでお話しさせていただきました。まだねもう半年っていう感じですけどもね、コメントや DM お待ちしてます。
じゃあということでバイバイ。はい、バイバイ。